17年間ギャルです。現在の体重は103でした。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。お店では一応ギャル店長でやらせてもらってます。今、4人でやってて、旦那と兄とまだちょっと寝坊してきてないんですけど、アルバイトが1人います。最初からまだ今1年ちょっと同じメンバーでやってます。こっちの方がやりたいっていう意思が強かったから。そうですよ。元はといえば私がお店をしたいっていうのについてきてもらってるんですよ。元はといえば8年間普通にサラリーマンをしてて、お店をしたいから資金を貯めたいので来月仕事辞めてきてって言って辞めてきてもらったくらい感じで、妹がやりたいって言い出した話だったので、まあ、じゃあやってみようで任せてるところもあるし、ちょいちょい店抜けることもあるんで、まあ任せてるですね、妹に。私が一番したいっていう、思いがあって、それにみんな乗っかってもらった形なので、私が店長をやらせてもらってる感じです。コンかと思った。おはようございます。ちょっと寝起きなんで。絶対寝坊しと顔がパンパンなんだけど、ちょっと見て。コンディションちゃんがある。とパックとかしていくな。いや、もうする暇なかった。ありがとうございます。11時に起きた。ギャロね。そしたら普通に顔パンパンできた。緊張して寝れんやった。あれオープンしてすぐアマクロのロゴ入れてますから。あ、そうです。ここにアマクロのロゴ入れました。一生このお店でやっていくっていう志で入れました。自分はマジで切るだけやろ。切るだけです。油が今仕込んだ部位はイチボっていう部分で、牛のお尻の部分なんですけど、ランプがあってイチボがあるっていうお尻の先の方、1頭から取れるのも2キロ前後、希少な部位っていうのもあるし、赤身なのに細かいサシがたくさん入っててすっごい柔らかいんですよ。で油もめちゃくちゃ甘くて、今うちで取り扱ってるのが、サーロインとランプとイチボなんですけど、私の一番おすすめイチボです。もうイチボ一択。ご高齢の方とかでも噛みやすくてめちゃくちゃ人気です。いや本当に食べてほしい。買い出し行きます。目の前です。おはようございます。めっちゃ並んでる。いつもこんなにいるんですか？マシですよ、まだ全然。その道路の外まで並びます。あと金額やばくないです？めちゃくちゃ安いんですよ。キャルズが500円とかの時でも、ここはそんなんなくてマジで助けられた。もう本当に助けられます。おはようございます。後でしめじ、あと大根。大葉ないでしょ。大葉ない、高いね。ありがとうございます。行きます。並んでると朝の仕込みが間に合わないじゃないですか。そしたら店長さんがもうお金後ででいいって言って。
わかる。天草の黒牛だけを使ってます。もともとお店をしようと思って、お肉が大好きなのでどこのお肉を使うかで、その天草の黒牛を扱っている牧場さんに行くとこがあって、その牧場さんが一緒にお店やってるんですよ。焼肉屋とかで食べに行ったらめちゃくちゃ美味しくて、お肉が甘くて美味しいして重たくない油、このお肉を使ってぜひお店をやりたいっていうのが始まりで、天草まで片道4時間かかるんですよ。往復1日8時間を何度かかけてお話しさせていただいて、やっと契約させてもらうことができて、天草の黒牛を使うことができるんですよ。うちのハンバーグは食べてる時に出る肉汁割ってそんなに肉汁が出てこないんですよ。けど噛んでると油の甘み、うまみがもうずっと口の中でめっちゃ広がります。年間400頭ぐらいしか生産されてなくて、だから福岡も取り扱いしてるところが天草黒牛を使ってるお店ですって言ってるのと、うちと、もう1店舗。さっき持ってた入り口の看板も全部手書きなんですよ。お客さんに言われて気づいたんですよ。ちょいちょい書き間違いがあるらしくて、照り焼きハンバーグってあるじゃないですか。私照り焼きになってるんですよ。やばくないです。これとかもバンハーグになってるんですよ。やばくないですか。これお兄ちゃんが撮影したんですよ。めっちゃうまくないですよ。だからこういうポスターとか写真撮影とか全部自分たちでやってるんですよ。うちの長期を。おはようございます。おはようございます。志保、スープ。はい。やった？やってない。ギリギリ。うなあ、美味しそう。うちスープがなぜか人気なんで。なぜかじゃないね、ごめん。毎日スープ新しいの作ってるんで、日替わりのスープはこだわってるんですけど、ソースは全部オリジナルで作ってるんで、ソースのこだわりもあるし、できるだけ安くというかギリギリの値段でお客さんに提供したいと思ってるんで、でも味は美味しいのを出せるようには頑張ってますね。いいかもしれない。一生1500のやめて。それを一生懸命やってます。おー、いいね。今日一番面白い。あんま見た目じゃわかんないですけど、普通の米より粒がちょっと大きいです。1日浸水します。外気に触れないように密封して冷蔵庫で1日寝かします。西日本で一番米がうまく炊けるギャルやけど。いや本当にマジでそれ自信あるわ。米炊きだけは。米ギャルって呼んでほしい。あ、いいね。米ギャル。間違いない。私が取り扱いしてるお米屋さんがお米マイスターって言って、なんかこう資格とか持ってらっしゃって、粒感がしっかりしてて、食べた時に中ですぐべちゃべちゃにならず粒感残しつつ、その粒に肉汁がこうまとわりついて甘みを出したりとかっていう話をされて、めちゃくちゃ美味しいお米が炊けるんですよ。自分がさっき買い出し行った八百屋さんに、例えばちょっと弱ってる野菜とか水につけたら戻るって言われてて、葉っぱシャキシャキなるし、このキャベツの匂いが取れる。キャベツ臭いと思ったことないでしょ。めちゃくちゃ鼻が利くんですよ。多分コスト的に考えても、手間ですけど一個一個準備した方がいいのと、自分で見て買える。あと八百屋さんにいろいろ聞ける。結構力いるんですよ。私めちゃくちゃ筋肉あるんですって。やばくないです。暗くなるよ。
オープンしました。はーい。この方が終わっちゃってます。はい。お願いします。ジャポン2でどっちも目の前に。します。すごい。本日のスープが中華スープでございます。うわ、奥さん分かってる。声がちょっと。はい。デラックスはい。トマト。はい。絞って気になります。めちゃくちゃ美味しい。そうですね、いつもこれくらいは食べますね。お肉美味しいです。進みます。ね、一時期やばかったよ。毎日。僕毎週日曜日ここに来るんです。毎週日曜日ここです。一時期めっちゃ来た時あった。お願いします。ワンダー。はい、サンキュー。はい。お願いします。くりたま丼。すごい。こちらから特製ステーキソース、岩塩、刻みわさびとなっております。なかなか刻みわさびって珍しいですよね。そうですよね。そうですよね。やばいって。まだ今日岩塩でね。岩塩からご褒美や。ご褒美すぎる。柔らかい。タレ。ステーキソース。ステーキソースはね。いいでしょう。
日本2025年の歴史をいただきたいと思います。日本歴史ださいいかな、こんなに大きくいっちゃっても。いただきます。これはアメージングドンキー超えてますね。びっくりドンキーのあハンバーグめっちゃうまい。ハンバーグ美味しい。すいません、舐めてました。ハンバーグはいステーキにハンバーグが勝てるわけないと思ってた。思っとった。自分も攻めたいぐらいハンバーグ美味しいです。ハンバーグの方が美味しいかもしれない。トマトパイです熱いので今日が3回目ゆっくり一人でも食べれるし、やっぱあと味が美味しい。雨よかったらどうぞ。来る前に雨予報してましたもんね。これ大雨やや珍しい帰りに飴もらえるんや。嬉しい。当店限定。当店限定なんだ。ここが西新の真ん中タイム。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。皿洗って水で流すときにこの分みんなよりも腹が出とんで毎回腹が濡れてこれだけ生乾きの匂いがするっていうだから毎回着替えに行ってます上にすき家で高菜明太マヨ牛丼が好きなんでそれのキングを2杯ペロリと行きました。ありがとうございます。こう見えて大食いなんで、意外と思われるんですけど2杯ぐらいは行ってしまいますね。そんな感じですかね。100キロ超えのデブはなんだっけ？天才？才能やもんね。何キロ測ってみましょうか。測ってみましょうか。いいね。ダイエット企画やろうと思って体重計持ってきてたんですよ。頼むよ、100いってて。でででん。現在の体重は103でした。今アマプロ始める前めちゃくちゃ太ってたんですよ。もっと、とんでもなく私がですよ。ものすごいです。本当数ぐらいあったんで。はい、100近くあったです。それはやりすぎ。あの時ちょっと言い過ぎました。ちょっとやりすぎました。ちょっとね、でもちょっと自然と痩せたっていうのと、お兄ちゃんの一言、アマクロにデブは2人いらんってそれがやっぱ響いて。いや僕も痩せたかったんですけど一人はいるけど一人はおらないかもで、そうだから仕方なくとっとしゃあなしね。オーナーの志保さんって呼んでます。これが感謝って言っていいのかわからないですけど本当アットホームな環境を作ってくれて10個近く下の自分に対しても、友達のように接してくれて、また自分が友達のように接してくれても、怒らず働きやすくしてくれてるんでありがたいなっていうのは思います。これからももっとたくさんお客さん呼んで、2店舗3店舗行けるようにっていう目標がみんなの中であるので、これからもずっとこのお店で頑張っていきたいなというふうには思ってます。店長の志保は根っこは変わってないですね。昔からもう頭というより体タイプなんで。でもそのホテルでずっと働いてて帰ってきたら接客とかお客さんに対する態度とかはすごいやっぱ上手くなってたというか、ホテルでちゃんと頑張ってたんだなっていうのは分かったんで、なんでお店任せても大丈夫かなってはすごい思ってるですね。みんなが楽しく働けるしお客さんももちろん楽しめる場所を提供したいなと思ってるんで、やっぱもうみんなが笑顔になれるっていうのを一番大事にしてますね。志保への感謝はいつも元気でパワフルなんで、それに引っ張られてるんでありがたいなと思ってます。みんなが知ってるぐらいにはなりたいですね。福岡でハンバーグとステーキといえばみたいなりたいです。はい。17年間ギャルです。だからこれから死ぬまでずっとギャルです。やめろって言われても多分やめないです。散々言われてますけど、もうずっとテニスしてるんですよ。私中学からずっとやってて、で高校もテニスで行って大学もテニスで行ってるんですよ。国体選手までなって、それでもギャルはやめなかったんです。かっこよくない
かっこよくないです？4年間旦那と2人で資金貯めるためにホテルで住み込みで、大体4年間で1500万ぐらい開業資金を貯めることができて、1年間ぐらい、あるハンバーグ屋さんで修行させてもらって、で、1500万から少し減って、残った分をこの天黒に全突破させてもらってスタートした感じです。想像以上に、仕入れ額が大きい、家賃とか考えてはスタートはしたつもりなんですけど、もうカッツカツでずっとやって、でもちょっとずつ売り上げは上がってるからやってることは間違いないだろうっていうのは自分たちの中であってやってきてはいます。2店舗目とかまだ全然言えないレベルなんで、そこがきついですね。へ接客がめちゃくちゃ好きなので、お客さんと喋るのも好きだし、普通の勉強に関しては暗記無理なんですけど、お客さんの顔とかは大抵覚えれるんで、2回目来てくれたりすると、あ、また来てくれたんですねっていうので仲良くなったり、本当毎週来てくれるお客さん結構いるんですよ。それがどんどん増えていったらいいかなって思ってます。お店の目標としては、今の売り上げとかは全然納得はできてない、外に並んでくれてるぐらいのまずお店にしたいっていうのはあるし、2店舗目とか3店舗目他の県とかでも天黒っていう名前聞いただけで、あ、天草の黒牛使ってるお店でしょって言ってくれる感じの広まり方、ちっちゃい子から大人カップルとかおじいちゃんおばあちゃんとかもみんな集まって居心地のいいお店にしたいなって思ってます。お願いします。はい、天黒デラックス。はい、お待たせしました。マクロデラックスです。